皆さんこんにちは。ブログ元気が出るとっこの部屋のとっこです。私は生後6ヶ月からのアトピー性皮膚炎で、その時代その時代の最強のステロイドを50年以上使ってきましたが、薬が効かなくなって全身ずるむけやけどのような恐ろしい症状から始まる重症の副作用を経験しました。ところが脱ステ脱保湿という治療で薬の一切いらない健康な人生を取り戻すという奇跡の経験をしたことから、日本語と英語の両方でこの日本発祥の治療を提唱者である大阪の阪南中央病院の佐藤健二先生の許可をいただいて、世界150カ国以上にいてくださる私のブログの読者さんにシェアしています。また私のブログを繰り返し読んで脱保湿を勉強した世界の読者さんたちが次々と良くなった報告をさらにシェアしてくださるという現象が続いていまして、今この治療が海外の大手新聞社に何度も取り上げられたり、ブログが何カ国語にも翻訳されるなどして脱保湿治療が世界から注目されています。患者さんたちが自ら実感したいい治療だからこそ広まっているようです。これから私、脱保湿治療について YouTube でも順に役に立つ情報を説明させていただきますね。はい、それではですね、脱保湿の説明第1回目はガーゼ1枚治療というものを説明させていただきます。実際に阪南中央病院で教わってきたことをできるだけ正確にお伝えしたいと思います。まずですね、アトピー性皮膚炎ですとか湿疹ですとかステロイドの副作用の症状などで、とっても恐ろしいかゆみに襲われたりします。で、どうしたって我慢できないかゆさですから誰でもかいちゃうんですね。で、かいてしまいますと、かいた後あるいは、亀裂が勝手に入ることもあるんですけども、そういったことで肉が出ちゃうことありますよね。そうしますと、その肉が出たところから滲出液が出ます。普通の常識ではそういった時には薬を塗って包帯を巻いて、あるいはガーゼを巻いて、そんな治療をいたします。ところがですね、この脱保湿治療というのではぐるぐる巻きは保湿と考えられます。ですから基本ガーゼは1枚だけなんです。一切何も塗らないんです。一切、保湿剤もオイルもクリームも軟膏も何も塗りません。ガーゼ1枚だけです。浸出液っていうのは悪臭もありますし、これは経験者にしかわからないんですけれども、本当に不快なんですよね。入浴もしたくなります。ただこの脱保湿治療では入浴も控えめにします。かなり控えめにいたします。で、この浸出液っていうのは私たち患者素人はどうしても毒のような気がするんですね。それでよく毒を出さなきゃ毒を出さなきゃとか毒を出すとか言ってやっているんですが、実はこの浸出液、皮膚を保護するための良質なタンパク質でできているんです。人間の体ちょっと考えてみたいんですけれども、人間の体ってとってもうまくできてるんですよね。怪我した時をちょっと思い出してみてください。私たちは怪我をしちゃうと、自分が意識しなくても何の意図をしなくても勝手にかさぶたができます。このかさぶたさんはすごいやつで、細菌ですとかばい菌から感染を防いでくれる役割があるんですね。それだけでなく皮膚を守ってくれます。そして守りながら、その下では体が新しい皮膚を作ろうとして一生懸命働いてくれます。そして患部が完全に乾いて健康な皮膚を作るっていう仕事が終わったところで、このかさぶたさんは自然に落ちちゃうんです。人間の体ってすごいですね。で、皮膚は治る前に完全に乾く
という経過をたどるということ、これを心の片隅に置きながらちょっと私の説明を聞いてください。それでですね、この新出液は、皮膚の表面を保護してかさぶたとなって固める役割があります。脱保湿ではできるだけ拭き取らずにそのまま乾かすんです。そしてできるだけお風呂でも流しません。お風呂の回数は少なめにします。これはまた別の回にきちんと説明させていただきますね。で、ティッシュで拭き取るのも良くないんです。ティッシュは石油化学製品ですから刺激がありますね。で、また浸出液っていうのは拭くと皮膚が自分で治ろうとするのを妨げちゃうんです。何度も何度も拭いているといつまでも浸出液が出ます。この大切な浸出液を無駄にしないために、また浸出液が多くてなかなかかさぶたにならない、固まらない時ってありますよね。その固まらなくて辛い時にガーゼ治療の登場です。この脱保湿の1枚だけのガーゼ治療、ここで使います。このガーゼはかさぶたの表面の代わりです。基本かさぶた代わりなので1枚しか貼りません。浸出液が少ない時は傷は傷にガーゼがくっつかないんですね。ですからその時は貼る必要はないですよ。なかなか固まらない時ですね。はい、それでですね、このガーゼ治療のガーゼは普通にドラッグストアで売っているもので大丈夫です。メッキンガーゼあるいはガーゼという名前で普通に売ってますよね。ただこれがですね、消毒薬の刺激とあと繊維の硬さの刺激があります。ですから水道水で構いません。水洗いをしてからあるいは煮沸消毒をしてから乾かしてよく揉んでそれから使ってください。でですね、どん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 浸出液のために乾いてくるんですが、かさぶたのようになるんですが、これは無理に剥がさないでください。自然に剥がれるまで待ちます。せっかく表皮細胞ができ始めているのを一緒に剥がしてしまうことになりますので、ぐっと我慢してください。最長1週間貼ったままにしていてください。1週間以上は衛生面もありますので貼らないでくださいね。でシャワーを浴びる時もそのまま浴びます。でシャワーは水を浴びるともちろんご存知のようにそういったもの剥がれてきたりしますよね。剥がれましたらそのままもう乾かしちゃってください。あるいは剥がれてもまだジュクジュクしているようでしたらもう一度貼ってください。でシャワーを浴びる時のポイントとしては弱い水圧で浴びてください。これは基本ですね。刺激がありますのでね。それからですね、症状が固まって良くなってきますと端っこの方から剥がれてきたりします。で剥がれてきましたら端っこの剥がれた部分だけ切り取ってください。でつまり、切っちゃうっていうことは傷と同じ形同じ大きさみたいな感じでかさぶたの状態、まさにかさぶたの状態になって皮膚の上に残っている状態ですよ。とにかくどんどん乾かしてください。そしてですね、大事なことなんですが、皮膚を乾かす上でですね、服の中の風通し、これも結構気にかけてください。私たち入院してる時は T シャツのブカブカのやつですとか木綿の半ズボンとかそういったものを履いたりして服の中の風通しを良くして自然に乾かしました。でですね、シャツをズボンの中に入れるインをしちゃうというようなことをするとそれも保湿になります。とにかくあらゆる保湿行為を避けるんですね。そうやって乾かしていきます。それでですね、ガーゼ治療をやると乾きますので、皆さん経験者ご存知でいらっしゃるように乾いた皮膚あるいはかさぶたっていうのは本当に痒くなるんですね。とっても痒くなってかかずにはいられなくなります。なるんです。これしょうがないんです。痒くなって我慢ができない時、
我慢ができないのでしょうがないです、書いちゃってください。書かない方がいいって言ってもしょうがないことってあるんです。しょうがないんです。ですから書いちゃってください。で書いちゃってジュクジュクになったらまたガーゼを貼ってください。そして根気よく乾かしてください。で乾いたところでまたこれが痒くなったりするんですね。その時また書いてください。そしてですね、また書いた後に乾かすんです。ガーゼを貼って。この繰り返しなんです。書いて乾かし、書いて乾かし、書いて乾かし、これを繰り返しているうちに皮膚はなんとだんだん強くなっていくんです。そして患部がだんだん小さくなって治癒が訪れます。忍耐ですね。一直線で治ることもないとは言えませんが、なかなか皮膚ってそういうわけにはいかないんです。この脱毛質治療をするとすごく治りは早いんですけれども、一直線でいかないからといっていちいち落ち込んだりしないでくださいね。自分に良くないですよ。メンタル面で良くないと症状に影響が出ますから、書いても落ち込まないでひたすら根気よく乾かしてください。これらの情報ですね、私のような患者サイドから発信する情報なんですけれども、正しくない情報があった場合などは脱毛室のエキスパートの先生たちが指摘してくださいますので、コメント欄で私必ず訂正いたします。確かな情報だけをお届けいたしますので、安心してご覧になってください。でコメント欄は必ず目を通してくださいね。それからですね、脱毛室は信頼できるお医者さんのサポートを受けながらしっかり勉強してからやってみてくださいね。中途半端な知識ですると失敗しちゃうんです。ちょっと悪化したような症状に見えたり、乾燥した皮膚ってちょっと見た目が悪いですからね、悪化しちゃったって焦っちゃうんですね。あるいは乾燥してるとものすごく痒くなるので、またこれも悪化しちゃったって焦っちゃうんです。でもちゃんとした知識があるとそんなことがなく乗り越えられます。ですからしっかり勉強なさってからやってみてください。どうぞチャンネル登録などもなさってしっかりと身につけてからやってみてくださいね。知識がとっても大事です。皆さんが一日も早く良くなることを心よりお祈りしております。たくさんの情報をお届けしてお手伝いさせていただきたいと思います。早く良くなってくださいね。とっこでした。